こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、ラッポッキを食べたいと思います。もう見てください、これ埋まってます、私が。今日食べるのはトッポッキのシンシンのラッポッキという商品です。でね、この商品はね、韓国だけでなく日本でもコストコやオンラインショップで買えるので、みんなのね、手軽に食べられる商品となってます。で、みんなラッポッキって知ってますか？トッポッキにラーメンが入ってるんですよ。もう私これめっちゃ好きです。もうトッポッキの時点で好きやけど、このね、ラーメンを入れるとまた美味しいんですよ。じゃあね、早速作っていきたいと思います。材料です。今日私はこのトッポッキのシンシンのラッポッキとゆで卵を使います。今日は15人前作ります。1袋に 2,3 人前入ってます。フライパン1つで8分でできるらしいです。最高ですね。袋の中身はこちらです。これはおネギとあとソースで、こちら韓国米 100% で作られたトッポッキで、あと麺ですね。でトッポッキは水洗いします。でフライパンにお水、洗ったトッポッキでソース、赤いです。このねソースが美味しいんですよね。コチュジャンのソースかな。で中火で約4分間焦げないようにかき混ぜながら煮ます。あーよかった、溢れなくて。次に麺を入れます。そしておネギ、結構たっぷり入ってますね。で 3,4 分間煮たら、じゃん、めっちゃ美味しそう。ここに卵のせます。じゃん、完成です。めっちゃうまい。いや、もうぎっしりのラッポッキ幸せです。結構辛そうだなと思いました。いただきます。トッポッキめっちゃ美味しそうです。もちもちでめちゃくちゃ美味しい。で程よく柔らかくなっとって食べやすいです。これ結構辛いな、ソースが。トッポッキについてるだけで結構辛かったです。辛い。これね、いや、甘みも結構強くて旨みも結構あるんですけど、結構辛みがあります。ちょっと次麺食べてみます。うまい。麺もちょっと太くてもちもちで歯ごたえあってすごい美味しい。この韓国のやつはほんと麺が美味しいんですよね。辛い時はね、ゆで卵食べるといいんですよね。卵が結構辛いのにセットしてくれる。美味しい。でも辛い。私ね、ギリ牛乳いかなくても食べれる辛さかなって感じです。麺めっちゃ美味しい。なんか時間経っても麺もトッポッキも伸び伸びにならないのがいいですね。結構辛いです。ゆで卵なかったら多分牛乳逃げてますね。辛い人も満足できる辛さだと思います。でね、辛いのが苦手な人は、私はね、めっちゃ辛い韓国料理の時蜂蜜を入れるんですよ。蜂蜜を入れたら結構辛さ中和されていいです。美味しい。これね、美味しいからさ、麺を調子に乗ってめっちゃ取るとめっちゃ熱いんですよね。このスープに粘度があるからもう冷えない。お腹カッカしてきた。名前の通りですね。トッポッキのシンシンってあれですよ、辛い神様です。もんめちゃめちゃ辛いです。そういうことですね。なんか入ってるネギの食感がいい感じです。やっぱり卵って本当辛さを中和してくれる。やっぱ卵って友達でしたね。
いやーめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいけど辛い。ちょっとここでね、辛いのが苦手な人も美味しく食べられるアレンジをしたいと思います。もう私はね、これが大好きだからアレンジします。じゃーん、ホットプレートの登場です。じゃあちょっと開けてみます。わーん。さっきのラッポッキをこの中に入れました。美味しそう。でもちろんね、入れて終わりじゃないですよ。はい、ちょっとグツグツしてきましたね。いい感じです。じゃーん、チーズを入れたいと思います。はい、チーズのせました。そして蓋をします。ちょっと待ちます。じゃあ開けてみます。じゃーん。いやー、これ絶対美味しいです。わー、最高。でもめっちゃ熱いと思います。これグツグツ今なってましたからね。もう卵もチーズがかかってる。最高です。チーズの風味が加わってマイルドになってコクが出てめっちゃ美味しいです。あ、ちょっと下がおこげになっとる。あ、めっちゃ美味しいです。なんか程よい。よかった。これ以上いったらもう黒焦げになってたかもしれない。このトッポギのソースのおこげめっちゃ美味しい。チーズ入ったので全然辛くなくなった。美味しい。わー、めっちゃおこげが美味しそう。このホットプレートでやるのおすすめですね。美味しそう。美味しそう。これホットプレートで作ったじゃないですか。このたまにね、トッポッキの裏側が焼けてるんですよ。それがめちゃめちゃ焼きトッポッキになったって美味しいです。ほら、焼きトッポッキです。焦げたところの歯ごたえがたまらないです。当たり当たり。じゃあ最後の一口です。めっちゃ美味しかった。はい、皆さんこれで終わりと思ったでしょ。違うんですよ。まだ美味しい食べ方があるんです。もうこんだけしか残ってないですけど、この残ったソースを利用する方法があるんです。じゃん、ご飯の登場です。これね、私前トッポッキを食べた時に視聴者さんからキンパをつけて食べるとめっちゃ美味しいよと教えてもらったんですよ。ちょっとね、今日はキンパないんでそのやり方を応用して作りたいと思います。じゃあまずはこちらご飯を入れます。ね、麺に結構だいぶ絡んじゃったからそんなにソースがないからご飯をちょっとこれぐらいの量にします。でそしてでさっきからこう物言わずさりげなくいた彼ら、こちらの韓国海苔、韓国のメーカーヤンバンさんの韓国海苔です。これを入れます。こんなのさ、もうみんな想像しただけで美味しいですよね。もう神ですね、この食べ方は。この焦げついてるねソース美味しいですよね。でそしてこのごま油をちょっとたらりします。はい、100点。これもうパーフェクトです。めっちゃいい匂いしてきた。締めがある料理って幸せですよね。ごま油の力で周りの焦げ目が取れている。プレートもちょっと綺麗になるじゃん。最高。めっちゃ美味しそう。ちょっと焼き目をつけておこげっぽくしてもいいですよね、絶対。ちょっとそうしよう。これさ、チーズをさかけても美味しそう。違う料理が出来上がるね。いい感じいい感じ。はい、完成です。はい、締めはご飯です。
やばいです。この上なく美味しいです。海苔の風味とごま油の風味がこのラッポッキのソースと混ざってめちゃめちゃ美味しいです。海苔の食感がいいですね。美味しい。もうチーズも入ってるからマイルドでもありますね。辛さはあんまりないです。美味しすぎるこれ。で最後の一口です。でまだです。まだ終わらないですで最後ですね、ラッポッキ食べても辛いってなってるじゃないですか。結構チーズとか入れたから、結構いい感じなんですけど、でもちょっと口の中辛い状態の口ですね今私。でそんな時はですよ、じゃん、ここにさりげなくさっきから置いてたの皆さんお気づきでしたでしょうか。これもね韓国のりと同じメーカーのリャンバンさんのアワビがゆなんですよ。最後ね、おかゆを食べると口の中が安らぐんですって。これもね、電子レンジで楽々に調理できます。アワビが入っとる。美味しい。アワビの旨味がめっちゃ出てます。じゃあ最後の一口いただきます。チャイボンゴスミだ。ごちそうさまでした。はい、トッポッキのシンシンのラッポッキめっちゃ美味しかったです。でいろんな食べ方ができたのがまた良かったですね。最初普通に食べてチーズをかけて変身させて、最後締めはご飯ですよ。でね、このご飯がねマジで美味しかったです。このご飯を食べるたびに食べてもおかしくないくらい美味しかったです。でもラッポッキがねマジで美味しかった。麺もトッポッキも美味しくって、で私作ったりしたことあるけど、これも手軽じゃないですか。もう調味料とかも全部揃っとって、で手軽に作れるからもう最高だなと思いました。でお野菜とかも入れたかったら入れたりもできるし、栄養も考えたおかずにもなると思います。でこちらですね、コストコとかオンラインショップで買うことができるんですって。なのでぜひぜひ皆さんも食べてみてください。もうだからね、もう今すぐにも注文できるから、皆さんもぜひぜひ食べてみてください。めっちゃ美味しいです。お手軽に韓国の味を自宅で味わうことができます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。